今回はお家でできる本格的なしば漬けの作り方をご紹介します。赤しそと夏野菜の彩りを生かした昔ながらの発酵させて旨味を引き出す伝統の知恵が詰まったレシピです。初めての方でも作りやすいレシピですので、ぜひ最後までお楽しみください。今回はきゅうり3本、なす4本、みょうが3個、生姜1つで作ります。赤しそ1袋で 800g 前後の野菜を用意しましょう。家庭菜園などご自宅の赤しそを収穫される場合は、野菜 800g に対して赤しその葉を 150g 用意してください。今日は簡単にジップロックで漬けます。切った野菜をどんどん入れていくので、あらかじめ用意しておきましょう。野菜はすべて洗っておきます。ナスは上のギリギリのところでヘタを切ります。縦半分に切ってから斜めの薄切りにしましょう。切ったものは変色しないように水でさらしておきます。きゅうりはよく洗ってから端を切り落とし、くるくるしてアクを抜きます。きゅうりのアクは両端に溜まっているので、切れ端をすり合わせることでアクが抜けていきます。白い泡がアクなので水で洗い流しておきましょう。両方行ってくださいね。きゅうりもナスと同じく縦半分にしてから5ミリ幅くらいに切ります。切ったものはジップロックに入れておきましょう。今回は新生姜を用意しました。皮付きのまま千切りにします。細かすぎない方が食べた時に生姜のシャリシャリ感が楽しめて美味しいです。みょうがは縦半分に切ってから3等分から4等分くらいに切ります。薄くしすぎず程よい厚さにしておくとみょうがの風味が引き立ちますよ。水につけていたナスも水切りしてからジップロックに入れましょう。ジップロックに野菜をすべて入れたら重さを測ります。袋の重さを差し引きます。野菜の重量の 2% の塩を用意しましょう。今回は 787g だったので、その 2% で 16g。塩を入れたら空気を含んだまま口を閉じ、袋を振って全体に塩を広げます。全体が混ざったら袋の中の空気を抜いて真空状態にして水分が出るまでしばらく置いておきましょう。
その間に赤しその準備をしておきましょう。まず赤しその葉を茎から丁寧に摘み取ります。傷んだ葉があった場合は取り除いてください。旬の赤しそには目や体を守ってくれるアントシアニンやカルシウム、鉄分などがたっぷり。抗酸化作用や胃腸の働きを助けてくれる香り成分も豊富で、体に優しい食材です。胃の調子を整えて食欲を引き出すペリルアルデヒドという成分は、食欲が落ちがちな梅雨から夏にこそ嬉しい効果を発揮してくれます。葉っぱを取った後の茎の活用法は最後にご紹介しますね。葉っぱをすべて取り終わったら大きめのボウルに入れ、水でしっかりと洗います。砂や汚れが落ちるまで 2,3 回ほど水を変えてすすぎましょう。水分を絞りながらボウルに移します。10g の塩を用意し、まずは半分入れてから揉んでアク抜きします。しっかりと揉んでいくと黒っぽいエキスが出てきます。黒っぽいエキスの表面に浮いている白い泡がアクで、渋みやえぐみがあるのでぎゅっと絞ります。ボウルを軽くすすいでから赤しそを戻し、ほぐしてから残りの塩を入れましょう。しっかり揉むと再び黒い汁が出てきます。これも絞り切ったら赤しその下ごしらえはこれで OK です。野菜の水分が出ました。野菜から出た水分は捨てません。この野菜から出た水分に乳酸菌が含まれていて、その乳酸菌を利用して発酵熟成させます。赤しそをほぐしながらジップロックの中に入れます。口を閉じたら全体が混ざるように袋の上からよく揉んでください。野菜から出た水分に赤しその色がにじんできます。しっかりと揉んだら口を閉じて袋の中の空気を抜きましょう。乳酸菌は嫌気性といって空気を嫌います。しっかりと乳酸菌が働くようにきっちり空気を抜くことがポイントです。平らにならしたら5日から1週間常温に置いて発酵させます。上に1キロくらいの重しを置いて常温で寝かせましょう。1週間経ちました。完成の目安は泡がふつふつ出て、匂いを嗅いだ時に酸っぱい香りが出ていれば完成です。気温が高いと5日ほどで発酵することもあるので、様子を見ながら行ってください。
保存は別の容器に移しましょう。この後も常温で保管してしまうと発酵が進んでどんどん酸っぱくなってしまうので、完成後は冷蔵庫で保存します。しっかり乳酸発酵させているので冷蔵で半年ほど日持ちしますが、酸味が強くなってくるので 3,4 ヶ月で食べきるのがおすすめです。今の時期しか出回らない赤しそを半年間楽しめるのは嬉しいですよね。発酵しば漬けいただきます。発酵させたことでお酢を入れなくても爽やかな自然の酸味がついています。シャキシャキとした歯ごたえにしその爽やかな香りがふわっと広がり、ほんのり酸っぱくてご飯が進みそうです。ご飯のお供にはもちろん、お茶漬けやおにぎりの具にもぴったり。この赤しその余った茎は筋張っていて食べられないですが、洗ってから煮出すと茎茶として楽しめます。適当な大きさに切ったら 500ml の水を沸かし5分ほど煮出してみてください。煮たら火を止めて冷めるまで茎は入れたまま置いておきます。ホットでもアイスで飲んでも美味しいです。しその香りがふんわり残る素朴な味わい。冷蔵保存で 2,3 日で飲み切るようにしてください。発酵の奥深さと季節の恵みを感じられる昔ながらの発酵しば漬け。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。